1945年2月13日、海軍の偵察機がサイパンから北西へ移動するアメリカ大船団を発見。2月16日、約450隻の艦船が硫黄島の海上を埋め尽くし、戦艦、重巡洋艦から艦砲射撃が始まった。硫黄島攻略デタッチメント作戦開始。揚陸指揮官エルドラドでは、硫黄島派遣軍総司令官テリブル・ターナー中将、第56任務部隊司令官マット・スミス中将が会見を開き、攻略予定は5日間、死傷者は1万5000名と記者に語った。アメリカ軍の攻撃は昼夜にわたり、島中に降り注ぐ砲弾の下には地下要塞化した坑道が縦横に走り、その陣地内では一人10冊を合言葉に静かに決戦に備える硫黄島守備隊がいた。2月17日、敵掃海艇を上陸部隊第1波と誤認した海軍のすり鉢山砲台南砲台は、硫黄島守備隊司令官栗林中将の事前命令に従わず砲撃、掃海艇や支援の敵艦を撃破したものの、翌2月18日、砲台の位置が特定され、11時間にわたる砲爆撃を受け、標高170メートル、島全体を見渡せるすり鉢山は海側の河口壁が崩壊、海軍砲台は壊滅し、砲弾が誘爆、山頂の4分の1が吹き飛び、地下陣地が露出した。2月19日、晴天、6時40分、激しい艦砲射撃が始まり、砲撃の合間には重爆撃が繰り返された。ナパーム弾の炎と黒煙、粉塵が硫黄島を包んだ。8時30分、第4、第5海兵師団第1波上陸部隊が一斉に進撃を開始。8時59分、最初の上陸用船艇が着岸。硫黄島東海岸は250隻の上陸用船艇、500両のアムトラック、アムタンクで覆われた。散発的な抵抗しか受けなかった上陸部隊は、日本軍の抵抗は微弱、艦砲射撃のため敵は沈黙と司令部に報告。アメリカ軍は艦砲射撃と航空攻撃の効果を確信した。上陸部隊は内陸を目指したが、火山灰でできた段丘はさらさらと崩れ、侵入者の行く手を阻んだ。後続の上陸用船艇は揚陸を続け、水際から段丘には9000人の海兵隊、アムタンクや戦車、装備、機材があふれた。アメリカ軍の上陸から1時間、硫黄島守備隊司令官栗林中将は攻撃を命令。砲兵隊が一斉に攻撃を開始。上陸した海兵隊の頭上に砲弾を撃ち込んだ。身を隠す場所のない上陸部隊は着弾するたびに数名から十数名が吹き飛んだ。アメリカ軍はブルドーザーを前線に送り、アムタンクを前進させたが、日本速射砲は段丘を越えようとする先頭のアムタンクを一撃で仕留め、後続の20両も次々と撃破。救援の M4 シャーマン戦車を乗せて接近する上陸用船艇3隻も撃沈した。海上から上陸海岸の惨状を見ていたテリブル・ターナー、マット・スミス両司令官は、日本軍の砲弾に倒れる海兵隊員に
部隊の前進を命じ、後続の上陸を強行した。アメリカ軍は初日だけで3万人を上陸させ、流血をして内陸を目指した一部は千鳥飛行場南端に到達した。アメリカ軍は上陸した M456 両のうち28両を失い、海兵隊の公式報告書には D-Day における M4 は地獄を味わったと記されている。海兵隊は上陸した3万人の 8%、2420人の死傷者を出し、第4海兵師団、第24、25海兵連隊は損耗率が 25% に達した。硫黄島守備隊は前日に海軍砲台を失っていたが、それでも上陸作戦初日のアメリカ軍の人的被害は史上最大の作戦と言われたノルマンディーの D-Day約2000人を上回っていた。膨大な被害報告書を前にしたマット・スミス中将は、誰かは知らないが日本の指揮官は賢い野郎だと口にした。アメリカ軍はこれまでの戦闘経験から野襲による万歳突撃を警戒。海上から打ち上げられた照明弾は一晩中硫黄島を照らした。栗林中将は消耗戦神経戦による長期持久戦でアメリカ軍を一日でも長く硫黄島に釘付けし、守備隊が消滅するまで敵に出血を強いて少しでも終戦交渉の助けになろうとした。全将兵には関東の誓いや短兵の戦闘心得が配布され、陣地撤退自決を強く諌め、万歳突撃を禁止していた。守備隊は栗林中将の作戦をよく理解し、日没後も活発に活動。一部の兵士は翌日の戦闘に備えて破損した陣地を補修し、一部は地下坑道を利用して敵陣に接近、手榴弾を投げ込みプレッシャーを与え、浜辺付近にまで先行した強者は集積してあった物資を焼いた。砲兵は夜を徹して激しく砲弾を撃ち込み、弾薬集積所への着弾で第4海兵師団の燃料と弾薬を奪った。アメリカ軍の攻撃は早朝の艦砲射撃から始まった。4000発の砲撃と空爆を終えた8時半、海兵隊は南地区千鳥飛行場西海岸すり鉢山に向け進撃を開始。守備隊は優位な陣地から攻撃を仕掛け、敵の反撃が激しい間は地下陣地に入り、縦横につながる地下坑道を利用して部隊を敵の側面や背後に回し、前進を始めた敵に十字砲火を浴びせ出血を強いた。損害ばかりが増え前進ができない海兵隊は馬乗り攻撃に方針を転換。坑道に黄リン発煙弾を投げ込んで立ち上る煙で出入り口を確認。火炎放射器やガソリンで焼き払い、地下陣地や坑道を一つずつ破壊して進んだ。守備隊は坑道を利用して敵の背後に回り、火炎放射器を狙って攻撃。敵の被害を拡大させた。10少将は大本営に、本戦闘の特色は敵は地上にありて友軍は地下にありと報告。馬乗り攻撃の様子をさながら害虫駆除のごとしと揶揄した。午後、アメリカ軍は撃破された上陸用船艇、大量の残骸、格座した車両が
至る所に散乱する海岸に火炎放射戦車を揚陸。前線に投入されると守備隊の被害が拡大した。日本軍は硫黄島支援のため2月20日から22日に海天特別攻撃隊千早隊を出撃。しかし海天を警戒する護衛空母や駆逐艦多くの対潜水艦部隊に阻まれ、伊368と伊370が撃沈され、伊44は戦果なく帰投した。2月21日には初の本土出撃となる第2見立て隊特攻機20機直縁12機が神風特別攻撃を行った。攻撃は一式陸攻2機のチャフ散布によるレーダー撹乱に始まり、第2見立て隊は悪化した天候を利用し雲に隠れて接近。4機が十分な距離で連携し敵の対空攻撃を分散させ同時に突入。護衛空母ビスマーク C を撃沈。正規空母サラトが輸送船キーオカックを大破。護衛空母ルンガポイントや戦車揚陸艦に損傷を与える大戦果を挙げた。特別攻撃隊の活躍は無差別攻撃を繰り返すアメリカ軍から家族や愛する人を守るため孤島となった硫黄島で勝利なき戦いに身を置く守備隊将兵を勇気づけた。10少将は友軍航空機の壮烈なる特攻を冒険し、士気ますます高揚、必勝を確信、完投を誓うと打電した。第2見立て隊は大戦果を挙げたが、航空支援に消極的だった日本軍上層部は、洋上の長距離飛行は負担が大きいとして、再び実行することはなく、陸港による空爆や補給品の投下も小規模になっていった。アメリカ軍は本国において硫黄島の戦いの戦闘経過を公式に発表。2月21日18時現在、硫黄島での損害推定は戦死644名、負傷4108名、行方不明560名、上陸3日で5000名を超えた人的被害はアメリカ国民に大きな衝撃を与え、兵士の家族をはじめとする国民、マスコミの軍に対する批判が強まった。シカゴトリビューン紙などは、すでにルーズベルト大統領が却下していた毒ガスの使用に言及。毒ガスの使用は数多くのアメリカ国民の命を救うと同時に、日本人の命もある程度は救う可能性があると詭弁で毒ガスの使用を正当化しようとしていた。海軍が多くの資材、人員を投入した統治下軍が早々に破壊され、最もこだわった千鳥飛行場が奪われた。島東部では南側の陣地が壊滅。すり鉢山上空には常時観測機が張り付き、守備隊下方の位置を逐一報告。連携した正確な航空攻撃で主要陣地や多くの下方が破壊された。夕方にはすり鉢山は完全に包囲され、18日に起きた砲弾の誘爆であらわとなった地下坑道が敵の突破口となり、目や肺に障害を残す黄リン、ガソリンや火炎放射器の攻撃の後、すべての出入り口が爆破・封鎖された。8時、第
28海兵連隊がすり鉢山攻撃を開始。同時に星条旗を手にした第2大隊 E 中隊が山頂へ登り始めた。10時15分、E 中隊が山頂に星条旗を立てると、アメリカ兵から歓声が湧き上がり、涙を流す兵士もいた。アメリカ軍は従軍カメラマンを用意すると、星条旗を掲げるシーンを再現。撮影用に撮られた写真は世界中に宣伝され、報道写真を代表する一枚となった。敵の上陸からわずか4日、すり鉢山陥落の報告が届くと、普段温和な栗林中将の怒声が司令部に響いた。すり鉢山の火力は、敵が海岸や元山の平坦地に密集した時こそ、真価を発揮するように戦術が練られていた。栗林中将は、あと1日持ちこたえてくれればと口惜しげにつぶやくと、不可能となった集中砲撃に代わる作戦計画の修正に取り掛かった。しかし、敵撃滅の重要拠点を失った硫黄島守備隊に残された戦術は限られていた。海兵隊は地下陣地の破壊とすり鉢山の占領で日本兵を排除したつもりでいたが、焼かれていぶされた地下坑道内では1700名が300名になるまで戦ったすり鉢山守備隊が潜んでいた。守備隊は深夜に封鎖された坑道の一部をこじ開け、闇に紛れて脱出、北部の日本軍と合流した。2月24日早朝、硫黄島の両軍兵士は山頂に翻る日の丸を目にした。すり鉢山には脱出をよしとせず残留した日本兵がいた。しばらくすると銃声や砲撃音が響き、日の丸は倒され、再び星条旗が立てられた。2月25日、夜が明けると、山頂には少し小さめの茶色い日の丸が翻っていた。すり鉢山に登る日の丸は、この日の血染めの旗が最後となった。すり鉢山の攻略で、硫黄島の3分の1を制圧し、士気が上がるアメリカ軍は、攻略加速と予想外の兵力損耗をカバーするため、沖縄専用兵力第3海兵師団を投入。3個海兵師団、全力の進撃が始まった。戦力が充実した第3海兵師団が担当する硫黄島中央本山地区には、鹿児島県で編成された精鋭部隊、歩兵第145連隊第3大隊と、西武一中佐が満州で鍛え上げた戦車第26連隊第3中隊、対戦車兵器速射砲を有する独立速射砲第12大隊が展開していた。第3海兵師団は硫黄島守備隊の天敵 M4 を先頭に前進。速射砲隊は M4 の弱点、側面が狙える距離まで十分に引きつけ撃破。歩兵第145連隊や戦車第26連隊は、海兵隊が進めば引いて背後や側面から強撃、身体自由な連携した攻撃で押し返した。しかし、優秀な兵器と潤沢な物資、多勢の攻撃に、守備隊は徐々に火力を失い、速射砲を失った速射砲大隊、野戦砲を失った歩兵大隊は、M4 に対抗するため、爆雷を抱いて敵
戦車隊の間を駆け抜け、肉弾攻撃で撃破。多くの隊員が散っていった。本山地区では M433 両を撃破していたが、夕方、本山飛行場北部まで敵の進出を許し、ピーター高地への攻撃が始まった。アメリカ軍は硫黄島の5分の2を制圧。千鳥飛行場に初めて米軍機が着陸した。本山地区での戦闘中、戦車第26連隊は負傷した海兵隊を捕虜とした。捕虜の尋問中、西中佐は並べられた海兵隊の所持品から母親からの手紙に目を留めた。早く帰ってきなさい。母はそれだけを待っています。という内容に、どこの国でも人情に変わりはないなとつぶやき、貴重品である医薬品を敵捕虜のために使用、できうる限りの看護を行ったが、海兵隊員は翌27日、西中佐に感謝をしながら息を引き取った。平坦な本山地区を担当する第3海兵師団は、戦車隊に損害を出しながら、他の2個師団より前進速度が速かった。第3海兵師団アースキン師団長は、本山地区を一気に突破するため、夜襲を計画、最前線から連隊長を呼び寄せ、前進を阻む日本軍の戦線突破、統治下の爆破を命令。連隊長は、はい、わかりました。行ってまいります。と了解。ところで、どの統治下ですかと攻撃目標を尋ねた。戦闘地域には、師団長の作戦地図に載っていない前進を阻む日本軍の統治下がそこら中に点在し、連隊長は連日多くの海兵隊員を失っていた。アースキン師団長は状況を理解、夜襲を撤回した。硫黄島東部では、前年12月、陸軍士官学校同期、栗林中将に壊れ、硫黄島に入った歩兵戦の神、千田貞末少将が、老兵や未熟な兵士が多かった。混成第二旅団を短期間で鍛え上げ、二団員は円形劇場玉名山南集落を強固な要塞に仕上げ、一帯を見渡せる観測所を設置。遮蔽物の少ない南方の大地を見下ろしていた。北上する第4海兵師団は、そのむき出しの大地に侵入。千田少将は敵を十分に引きつけ、攻撃。分解と移動が容易な噴進砲隊は、敵に所在を明かすことなく、大打撃を与え、守備隊歩兵は、偽装を施した地下陣地から、進出鬼没な攻撃を繰り返し、第4海兵師団は2月26日だけで512人の死傷者を出し、翌27日には792人と被害を拡大させていた。海兵隊員は進めば進むだけ敵が積み重なる日本陣地群をミートグラインダーと呼び、越えることができない谷や尾根に死の谷、血まみれの尾根と名前を付け恐れた。硫黄島守備隊は各戦線で奮闘していたが、中央部で本山飛行場が占領され、ピーター高地、大吠高地が陥落した。豊田添務連合艦隊司令長官は、硫黄島守備隊に宛て、敵次期進行予定地点の防御は、おおむね4月末をもって完成の域に達するという文面を含んだ激励電を送信。
軍中央は4月末まで持ちこたえてくれと要望していた。硫黄島守備隊はこの日まで圧倒的火力、戦車や優れた装備のアメリカ軍を1時間に10メートルほどの前進速度に抑えていた。しかし、守備隊の戦力は第26戦車連隊の被害こそ抑えていたが、全体の兵力は 50% に落ち込み、火砲と弾薬は3分の1、急砲、迫撃砲、ロケット砲の弾薬に至っては、当初の 10% に減っていた。火力を頼りとした戦術が取れなくなる栗林中将は、沖縄防衛準備の時間を稼ぐため、硫黄島守備隊に肉薄肉弾の過酷な戦闘を強いなければいけなかった。戦車第26連隊が本山飛行場に奇襲攻撃、敵を蹴散らし、海兵隊は煙幕で身を隠しながら撤退した。362栄光地付近では、歩兵だけで愛路を進む海兵隊にも打撃を与えた。しかし、支援要請で飛来する戦闘爆撃機救援部隊の到着、対戦車兵器の反撃で、多くの隊員と20両の戦車を失い、戦車第26連隊に残る車両は3両だけとなった。東部ミートグラインダーでは、装甲ブルドーザーが投入され、その後ろに実砲戦車が続いた。西部では、海兵隊が徐々に北上。アメリカ軍は硫黄島の半分を制圧した。記者を前にしたマット・スミス司令官は、激戦は続いているが、水に不自由し、負傷者の治療にも事欠く日本軍は、断末魔の状況。あと2、3日で、この島を取ると楽観。海兵隊員の多くも、戦闘は峠を越したと考えていた。すり鉢山沖合には飛行艇基地、修復した千鳥飛行場からは観測機が上がり、海岸には軍用郵便局、200床の野戦病院も建てられた。19時45分、東京中央放送局は、硫黄島守備隊に向けた特別番組、硫黄島有志に送るゆうべを放送した。守備隊への慰労、一丸少将の三女が父に向けて作文を朗読。ラジオを聴ける環境にあった将兵は、皆15分間の放送に耳を傾け、この晩は切り込み攻撃は行われなかった。夜明け前、守備隊砲弾が第5海兵師団の弾薬集積所に命中。11時まで続いた誘爆で弾薬の 25% を奪った。誘爆を起こしたアメリカ兵器、黄リン弾のガスは付近の海兵隊員を襲い、日本兵が被ってきた同じ症状を毒ガス攻撃と思い込み、この日、第5海兵師団は大混乱に陥った。ミートグラインダーでは、実砲戦車投入後、一進一退の激戦が繰り広げられていたが、第4海兵師団は、この日だけで610人の死傷者を出しながら、二段岩を占領。第26海兵師団の戦力は 40% に落ち込んだ。守備隊は地下坑道を利用した死闘を続けていたが、日系アメリカ兵士の投降の呼びかけに応じて坑道内部の構造を教える軍属もいた。
第4海兵師団に4075人の損害を与え、ミートグラインダーと呼ばれた円形劇場玉名山南集落がほぼ制圧され、中央部では本山が第3海兵師団に占領され、硫黄島守備隊は大砲戦車のほとんどを失った。アメリカ陸軍航空隊 P51 マスタング戦闘機隊が千鳥飛行場に進出。戦車第26連隊はすべての車両を失っていたが、肉薄攻撃で2両、90式野砲で1両の M4 を撃破。翌3月7日には第3海兵師団の2個中隊を待ち伏せて包囲。敵の救援隊到着で後退したが、2個中隊の生存者は指揮官ロバート・クッシュマン少佐含め10名、全滅寸前まで追い詰めていた。クッシュマン少佐は後にアメリカ海兵隊総司令官となり、包囲攻撃ポイントはクッシュマンズポケットと呼ばれた。弾薬、水、食料が枯渇した硫黄島警備隊司令井上海軍大佐は、再びすり鉢山に日の丸を掲げるため出撃。激しい白兵戦が夜を徹して繰り広げられ、日が昇るまでに玉砕した。早朝、第3海兵師団に島の中央が突破され、守備隊は分断された。マリアナの B29 が東京を空襲。硫黄島は早期警戒システムの役割を果たし、上空通過の敵襲を本土に知らせていた。航続距離の足りない護衛戦闘機がいない B29 は、日本の迎撃機と高射砲を恐れ、精度の悪い超高高度爆撃を行っていたが、第20爆撃集団司令官カーチス・ルメイ准将は、超低高度無差別爆撃に方針を転換、民間人の被害拡大を狙った攻撃で、非戦闘員の死傷者は12万4000人を超えた。東京大空襲は本土防衛の先盛りとして戦う硫黄島守備隊に衝撃を与え、特に名誉ある死よりも飢えと渇きに苦しむ持久戦を命じてきた栗林中将は目に見えて憔悴した。5日間で終わる予定の硫黄島攻略が1ヶ月近く経過し、アメリカ国内で激しいバッシングを浴びていたニミッツ提督は、銃声や砲撃音が響く中で、硫黄島勝利宣言とアメリカ国旗掲揚式を強行。式典は中断しながら執り行われ、列席する関係者や式典の話を聞いた戦闘中の海兵隊員は、あまりにも早い勝利宣言に呆れ、何の冗談だと皮肉をささやいた。硫黄島海兵隊員の間にナチスドイス降伏のデマが流れ、負傷者を出すお祭り騒ぎが起きた。テリブル・ターナー、マット・スミス両司令官は、勝利宣言ではバッシングが収まらなかったニミッツ提督を擁護するため、アメリカ軍の損害は日本軍の5分の1程度と実数とかけ離れた曖昧な戦果を公表した。しかし、正確な数字を求める世論の圧力はさらに強まり、ニミッツ提督はやむなく3月6日までに戦死4189人、行方不明441人、負傷者15,308人と過小修正した数字を公表。その数字でさえも
アメリカ国民は驚き動揺した。戦闘が続く玉名山では、千田少将と守備隊将兵の健闘をたたえた第4海兵師団ケーツ師団長が2時間の攻撃停止を命じて、自らが拡声器で投降を呼びかけた。しかし投降に応じる日本兵は一人もなく、間もなく戦闘が再開された。16時過ぎ、栗林中将は大本営宛てに決別の電報を発信。配下将兵の鬼人のごとき戦いを褒めたたえ、用地異号等を敵の手に委ねることを詫び、皇軍の必勝と安寧を思い、最後の総攻撃を伝えた。電報には、御将蘭に供すとして、いくつかの時世の句が添えられていた。国のため、重き務めを果たし得で、やだまつき果て、散るぞ悲しき。あだ歌で、延べには口字、我はまた、七度生まれて、矛を取らむぞ。四国さの島にはびこるその時の、三国の行く手、一途に思う。栗林中将は異王党の全将兵に呼びかける電報を発し、最後の局面を迎え、総攻撃の決行を伝えた。最後の一兵となるも、あくまで決し完闘すべし。世は常に諸子の先頭にあり。最後まで命令に忠実であった千田少将は、栗林中将と合流するため、生存者400名を率いて、守備隊司令部に向かった。しかし、到着直前、進出していたアメリカ軍に捕捉され、戦闘の末、壊滅した。夜、栗林中将は、重要書類を焼却し、司令部内の全員にコップ一杯の酒と恩師のタバコを2本ずつ配り、軍刀を左手に最後の訓示を述べた。本職は諸君の忠誠を信じている。私の後ろに続いてください。栗林中将は司令部を出立。出撃拠点に転進し、10少将の海軍残存兵力と合流。島中に展開したアメリカ軍の隙を伺った。硫黄島の多くを制圧したアメリカ軍は、艦砲射撃や空爆を中止。損害を減らすため、海兵隊員を後方に下げ、戦車と迫撃砲による火力封鎖に戦術を変更した。勝利目前のアメリカ軍は、投降の呼びかけを活発に行い、島中で行われる呼びかけの声が、それぞれの陣地で攻撃の機会をうかがう守備隊の耳に届いた。栗林中将は、我々は敵の手中に陥ることはないと一生に付し、オリンピックの英雄、バロン西と名指しの呼びかけを聞いた馬術競技の金メダリスト、西中佐は、その声を黙殺した。一両のアムタンクが突如、味方に発砲。海兵隊を撃ちまくり、数両を破壊し、撃破された。車内には、数名の日本兵の亡骸があり、身元確認と情報収集を命じられた日系通訳は、一隊から手紙と写真を発見、バロン西であることを確認した。硫黄島の制圧を確信したアメリカ軍に警備の緩みが見え始めた。粘り強く
控えを伺っていた栗林中将は3月25日夜を総攻撃と決めた。栗林中将は最後まで従った将兵に残りの水と食料すべてを与え、これまで苦しんだ渇きと飢えを癒し、身分が特定されるものをすべて外し、覚悟の白だすきをまいた。2時、総攻撃隊は栗林中将を先頭に地下壕を出た。栗林中将の後ろには防衛計画で鋭く対立した一丸少将、公の場で反論し更迭されながらも硫黄島で戦うことを希望した大須賀少将、陸海軍の司令官や参謀が付き従い、総勢400名が敵陣を目指した。5時15分、第5海兵師団の野営地に到着。400名が一斉に襲いかかり、軍刀で切り、拳銃で撃ち、鹵獲した武器で敵を倒した。日本軍師団長が自ら率いる突撃は敵を大混乱に陥れ、いくつかの陣地を突破し消滅。アメリカ軍の記録には、戦術的な規律によりよく組織された周到な攻撃であったと記されている。制海権、制空権がなく、援軍も特攻隊とわずかな航空支援だけ、圧倒的物量兵力差の敵と相対した守備隊は、攻略予定が5日と言われた硫黄島を1ヶ月以上支え、2万933名の隊員は1万9900名が戦死するまで激闘。玉砕の島で捕虜となった日本兵の多くは戦闘不能で捕まった兵士だった。一方のアメリカ軍は上陸部隊11万1308名のうち戦死6821名、戦傷1万9217名、死傷者は日本軍を上回り2648名が戦争後遺症となった。ヨーロッパ戦線を経験した軍医は、硫黄島アメリカ兵の傷は他の戦場よりはるかに重かったと伝えている。アメリカ海兵隊の公式戦史には、サッカーのフィールドと同じ面積ごとに6人の海兵隊員が死傷、日本兵5人が戦死したと記されている。日米合わせて4万6000名の死傷者を出した火山島は、激戦の舞台としてその名が刻まれた。アメリカ軍は2万人の英霊の上に飛行場や施設を建設。戦後8000柱は帰国したが、1万2000柱は未だ